いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はタングスと HBB のコラボモデルシュアン NV です。シュアン NV 読み方これで進めるよ。間違ってたらごめん。パッケージの子がシュアン NV なんでしょ。9点元よ。中国神話の女神。道教における女仙で神様なんだ。ってことはタングス ZAU の側転武功より偉いのね。まあそういうことになるけど、実在の人物と女神様を比べても仕方ないわよ。まあね。タングス ZAU ヘイデイエディションが HBB さんとのコラボだったからさ、ちょっと触れてみたのよ。あ、そういえばそうね。今回はどんなモデルなのかな。まずはドライバーから 8mm と 10mm のダイナミックドライバー2機搭載。振動板がセラミックと PU、そして LCP を統合してるってことだね。ドライバー後継が2種類で 2DD モデルとしては割とオーソドックスな感じするね。このチャンネルの再生リストを見ると 2DD モデルはこのぐらいレビューしていて、 TRN-MT4 Pro のようなエントリーモデルからハーモニックラインデビルのようなお高いモデルまで結構価格帯の幅はあるけど、15000円ぐらいまでの価格帯のモデルが多いかな。シュアン NV の価格は12000円前後ってとこかな。ミドルエントリークラスってとこ。そうだね。パッケージ内容はこんな感じ。収納ポーチ付き2種類のイヤーチップは搭載載として別売されてるやつがバンドルされてるよ。イヤーチップ比較のところでもうちょっと掘り下げるけど、3サイズ1セットで2000円ぐらいするのが2セットバンドルされてるから12000円の販売価格の中に含まれてるとすると、本体は8000円ぐらいなのかね。確かにそういう見方もできるわね。外観は結構派手よね。デザインコンセプトが蝶で、フェイスプレートに蝶の羽がデザインされてるわね。中国では自由、優美、美の象徴。HBB さんのハワイでは癒しと変容の象徴ってことなのね。色味は赤というより少し朱色がかった感じね。愛は好きだけど案外好みが分かれそうね。シェル素材は医療用樹脂、それを 3D プリントで成形、綺麗に仕上がってるわ。重さは片側 5.2g。軽いけどボール樹脂素材にしてはドライバー2個分の重さで 5g 超えてるのね。さて、ここからはいつものように波形を見ていこうか。まずはバンドルの搭載載2種ね。やや高さのあるグレーの波形のバランスタイプに比べ、ワイドボアのボーカルタイプの方が5から8キロあたりが出てるね。内径は同じだけど出口の広さが結構違うね。その分バランスタイプの攻撃が絞られる結果になってる。それと傘の部分がザラザラしてるのが特徴ね。ジャックさん、今回は耳かぶれなかった？ちょっと怖かったけど、しばらく装着してみて大丈夫だったよ。柔らかめだけどザラザラしてる分ふにゃふにゃではないね。ワイドボアの方が好きかな。オッケー。どちらもサイズいろいろで3ペアで1セット2000円ぐらいだから、気になったらイヤーチップだけ買うのもありね。マイイヤーチップとの比較だとこうなる。ちょっと分かりづらいから特徴あるのに絞ると、搭載載のワイドボアかそれ以上に攻撃が出るのがスパイラルドット、セドナイヤーフィットライト。少し落ち着かせたければファイナル E といった感じ。搭載載は今後の動画でも測定して長期レビューしてみるよ。今回の比較モデルなんですが、愛が選んでいいってことなんで休憩セット派です。トリポインファイル1にしました。いずれも HBB さんとのコラボモデル、そして 2DD 構成になります。ハデスは割と最近レビューして低域から中低域にフォーカスしたモデルで、広域はかなりウォームな感じ。サウンドチェックではハデスはさらにウォームに聞こえるだろうけど、シュアン NV を音質調整の基準にしているからで、実際にはそこまでウォームじゃないってことと、ガイルアはシュアン NV に割と似た感じってことね。音収録のケーブルはバンドル品、イヤーチップは搭載載、ワイドボアね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、ジャックさんの事前情報通りといった印象でした。ハデスは確かに低域から中低域寄りのバランスでしたが、曲での比較だとシュアン NV、カイルアも結構低域出てましたね。HBB さんは低域はしっかり出すチューニングスタイルみたいだね。カイルアはシュアン NV より3から6キロがおとなしめ、小ぶりな金属ボディから結構どっしりした低域を効かせてくれる。さて、シュアン NV を聞いた印象は？今回はリケーブルせずバンドルケーブルで聞いた印象ね。低域、やや低域が弱めの曲を聴いてちょうどいいと感じるバランス。ベースはやや両管優先で曖昧さは多少あるけどそんなに気にならない。ベースといっても色々あるけどシンセベース、スラップ、いびびきの順で合ってる気がしたわ。キックはそんなに目立たず低域自体固めの音ではないかな。でもダイナミックドライバー2機のうち1機は低域にウェイトを置いてるんでしょ？その効果は出てるってことだよね。カイルアより低中域の減衰が早めて超低域にウェイトを置いた感じよね。そうだね。中域の出方をチェックするリファレンス曲では特別聞きづらくもなく、どちらかといえば再現性は高いと思う。落としてる帯域幅は広めだけどレベルはそんなに落としてないもんね。そう、中高域から高域、ボーカルにしてもブラスにしても厚みを感じる。他のパートを極端にマスクするほど前に出ないのもいいわ。シンバル系は全く邪魔にならずシャンシャンとなることもない。バランス的にはもう少し前に出てきてもいいかなとは思う。感触系のスカッと抜けてくる質感じゃなく、最初は改造感、分離感が今一つに感じたけどバーンインが進むにつれ高域がしっかり出てきたな。高域も低域もきついと感じない分音量上げやすいんで、気づくと結構ボリューム上がってて、結果いろんな音がしっかり聞ける状態になって改造感、分離感も上がってくるみたいな感じね。全体的な印象はどうでした？中高域の厚みを感じ、高域はキンキンせずちょっとウォームな感じがありつつ全体のバランスがいいなぁという印象。 HBB さんはこういうバランスの音が好きなのかなと勝手に推測してしまう。あるいはユーザーにこういうバランスの方が耳への負担も少なくていいよってメッセージが込められてたりするのかななんてね。それが真実かどうかは分かりませんけど、好きな音質の傾向というのはきっとあるんでしょうね。一昔前に比べれば高域がキンキンなるモデルは減っているように思うけど、シュアン NV はバランスよく長時間のリスニングに向いてると思うわ。音楽制作とかにはレッドショアーのカデンツァ4みたいのがいいなと思って最近常用してるけど、シュアン NV はリスニングにいいなっていう印象だったよ。 2DB も選択肢が広がってきてるんだね。そうだね。ということでタングズと HBB のコラボモデル 2DB シュアン NV のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。